皆さんこんにちは、宮入でございます。今日はですね、大御神源久道です。特報、久しぶりに特報ですね。お知られのみなんですけどもね、大変出来良くて、超健全な一振りでございます。で、江戸時代前期の投稿ですね、山城、京都の投稿になります。今日五家事の一人にも数えられますね。その今日五家事っていうのもですね、本とかその資料によってバラバラだったりするんですけれども、この久道はですね、どの資料にもその今日五家事の一人として載ってますので、そういった意味でもですね、有名と言ってもいいと思います。今日五家事とかね、江戸散策とか五大老とかですね、一本槍とか、好きですよね、そういうのね。すごそうで分かりやすくていいですけどもね。この方のはですね、初代が、作刀に関わっておりますので、今日は初代ベースでお話ししていきたいと思います。まずはですね、刀の方を見ていきたいと思います。八丁二尺三寸二分一輪ですか。長さも十分ですけれども、健全も健全ですね。寸法を見ますと、元幅が 33mm で、元重ねがですね 7.5mm ありますので、本当にもう現代刀と同じぐらいのこのサイズ感で、随分ですね、いいお家にあって大切にされてきたのかなというのが、見て取れるようなこの健全さですね。刃文は一言で言ってしまうと具の目乱れになるわけですけれども、具の目のこの山と山の間がですね、離れて直線的になったりとかですね、こういったものがですね、久道の典型的な作風の一つと言ってもいいと思います。この煮えがよくついて、煮え焼き入れによってできた粒子ですね。これが非常に見やすくて、専門的な知識がなくても綺麗だなと思えるのではないかなと思います。刃文も見やすいですけれども、機体肌も見やすくてですね、総じて分かりやすくて、よろしいと思います。その刀鍛冶の技術とですね、その鋼そのものの魅力がいい感じに拮抗している、これぞ神道というような感じのですね、出来栄えではないでしょうか。初代久道は寛永3年1626年甲州安郡に生まれる。その後京に上り、二代伊賀守金道の門人となり、寛文元年1661年に近江大乗、同年に近江守を受領しました。甲州生まれのですね、久道が、最後は近江守になるというのもですね、なかなか本人としても感慨深かったのではないかというふうに思いますね。でこの久道、非常に、命が長い長寿なんですよね。85歳まで生きたと言われております。そのためですね、晩年は2代の大作があると言われております。父ちゃんがですね、年取ってくたびれてきたので、せがれが手伝ったり代わりに打ったりするということですよね。わかりやすく言えば。当然といえば当然なことですね。冒頭にですね、自分が初代の作と言わずに初代が作刀に関わっているというふうに言ったのはそのためですね。これもそういった大作の可能性がある刀でございます。ではですね、どこを見ればその初代単独の作か初二代合作の作かというのがわかるかというと、この菊紋だという説があるんですね。これもですね、緻密な枝菊紋がですね入っております。普通の菊紋ではなくて枝菊紋が入っているものは2代による大作とする説があります。通説というか俗説に近いような感じかなとは思います。この説については1800年頃に書かれた古今家事備考の中にも、記載されております。著者のですね、山田朝右衛門が久道家の人にインタビューしに行ったのかどうかわからないですけども、そのように記載されております。二代久道は初代久道の実子ではなくて養子なんですけれども、初代をよく助けて
自分の投稿としてのキャリアの大半を、父、初代久道と共に過ごしたわけです。大変あっぱれなことだと思います。親子といってもですね、やっぱりそこは人間同士、距離が近すぎてうまくいかないことがあるかと思います。もしかしたら血のつながりがないからこそ、お互いに敬意を持ってやっていけたのかなというふうに個人的には感じました。そう思うとですね、この枝菊も後ろに一枚菊が隠れているような意匠なんですかね。本当にこの2人の関係を表すような菊門なのかもしれないですね。でですね、こしらえが付属いたします。こしらえのみになっちゃいますけどもね。こちらですね。こしらえによるとやっぱり一気に風格が出てきますね。やっぱ目につくのはこの青い門の金具と、それから唾ですね。三つ葉青い。1個だけちょっと唾の方からですね落ちちゃってますけども、徳川家伝来なんて言い始めるとですね、もう一気に怪しくなるんでちょっとやめておきますけども、この刀身のですね健全度から言っても、もしかしたらそういうね伝来があるのかなっていう夢は見れますけども、あんまり見ない方がいいかもしれないですね。それでこの金具にですね目が切ってあるんですけども、これは目良くないので期待しないでください。そういったところからもですね、あんまりやっぱり夢見ない方がいいのかなっていうところではあります。ダイヤもですね時代物でいいんですけども、ちょっと痛みがねありますね。この漆の剥がれがところどころどうしても、特にこの辺とかですねやっぱり出てきちゃいますね。この辺り見るとよくわかるんですけども、漆が透けてきてですね、もう赤みがかってきてるんですね。ちょっと夕焼けみたいな感じでシャッとですね。これを見るにやっぱり相当時代がある鞘なので、これぐらいやっぱり傷んできてしまうのも納得なのかなというところではあります。であとその作業が失われてますね。一応証券のちゃんとしたですね作業をお付けしますので、お好みに応じてですねお使いいただければというところでございます。いう感じでですね、今日は、久道でございました。大野上久道でございますね。今までですね不定期で更新してきたんですけど、やっぱり週1ぐらいで投稿した方がその YouTube のアルゴリズム的にもやっぱり全然いいので、ちょっと尺は短めにして更新頻度をですね上げていこうかなというふうに思っております。どんどん自分が大変になっていくんですけども、引き続きよろしくお願いします。